皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開ステップアップを目指していきましょう。この動画は足上げのバリエーションシリーズまとめ解説動画となっています。脱初心者を目指すためにはステップのクオリティを上げていく必要があります。しかしどんなことに注力して頑張っていけばいいのかわからない、できないまま日々が過ぎていってしまう、そんな風に感じる方も多いのではないかと思います。経験を積んでいったとしてもどうしてもこのステップが苦手なんだよなぁと、できない理由がわからないまま放置してしまっているというケースもあると思います。ステップの上達にはまず足を踏む時と上げる時、まずこの2つに絞ってアクセントが取れるようになると各基礎ステップがやりやすくなっていきます。今回は足上げが主題となるシリーズです。まずスタートとして足上げのバリエーションの中でもまずこれだけは押さえておけばかなりの範囲がカバーできるであろうという2種類をご紹介していきます。ダンス初心者の方のみではなく中級者以上の方でも見直していくとクオリティに差が出てくると思いますので、ぜひこの動画で知識のアップを目指していただければ幸いです。足上げバリエーションシリーズではまとめ動画を皮切りに全部で5本の実践動画を公開していきます。各実践編に対して体の使い方やコツなどをご紹介する解説編もセットで公開していきますので、実践編プラス解説編で技術と知識をバランスよくインプットできるようなシリーズに仕上げていきます。ステップマスターを目指すためにもぜひトライしていきましょう。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではダンスレクチャー動画はもちろんのこと、ストレッチや筋トレなど私生活にもお役に立つ動画をお届けしています。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンの方もポチッとよろしくお願いいたします。本動画では足上げバリエーションシリーズの全容を簡単にお伝えしていきます。皆様のボディコントロールにお役に立てていただけるように丁寧に解説していきたいと思います。それでは行きましょう。5、6、7、レッツゴー。それでは最初のトピックとして足上げの種類ご紹介させてください。もうだいぶ前になりますが、以前出した動画で足上げ5方向という動画を出しています。簡単に説明すると、膝の角度90度ぐらいにして膝を骨盤の高さまで上げようよ、それを5方向で扱っていこうよという動画です。これは入門者や初心者の時に絶対にマスターしておかなきゃいけない足上げなので、チャンネル立ち上げ早めの段階で出したと思うんですけれども、今回ご紹介するのは主に2種類です。この2種類を掛け合わせていくことによって足上げの種類が増えますよね。そうすることによって基礎をマスターするスピードが速くなるという魔法のような足上げの練習です。今回はまとめ動画なのでざざっと概要だけご説明していきます。一つ目にご紹介したいのは、今回のシリーズでは足を1本で扱うということですね。フレックスでもポイントでも構わないんですけれども、ストリート系だとフレックスが多いのかなと思います。お皿ありますね。膝のお皿の上にある筋肉をギュッと締めることによって膝を曲がりづらくすることができます。これをとりあえず今回のシリーズでは半径半分ですね、半分の方、前から斜め真横、そして斜め後ろ、そして真後ろと扱っていこうと、こういった実践動画をご用意して皆様にシェアしていきたいと思います。さあ今回のシリーズではもう一つ足上げ覚えていただきたいんですが、膝を支点にして膝下を扱っていこうという足上げです。で、厳密に言うとこの膝下を扱うのだけで2種類、ご用意しているんですけれども、一つは膝をできるだけ近づけた状態でガニ股、内股、そして、後方ですね。もう一つは膝を高く上げた状態でガニ股、そして内股と、この膝同士が近いか高いかで、2種類分けられています。そして今後の説明を楽にするために、今ね合計で4種類の足上げご紹介したことになりますが、呼び方をちょっと統一して皆様に分かりやすくしたいと思います。これ足上げとさせてください。で、足1本、膝下のみ、膝下足上げみたいな表現でこのレクチャー動画進めていきますのでご了承ください。私の感覚にはなりますが、ボディコントロールにかなりの感覚の違いが出てきます。でこれをメニューで練習しようとするとかなり地味でつまらない練習に見えるかもしれないんですが、ステップをマスターしていくためには足を踏んでいるか上げているか、この2種類しかないので、この足上げの種類を複数持っておくというのはボディコントロールをマスターしていく、
そしてステップをマスターしていくのに欠かせない練習となっていますので、ぜひ実践編の方が公開されましたらそちらの方チャレンジしてみてほしいです。さあ、それでは話を展開していきましょう。まず足上げが大事と言われても、どんなことにメリットがあるのかっていうのがわからないと話聞いててもつまんないと思いますので、こんなところで使われているよというのをまず先にご紹介させていただきます。それで実践編5つ出すんですけれども、この5つでは紹介しきれなかったところをチョイスしてご紹介していきますね。ではまず足一本系で言えば、ジャズバレエで言えばバットマンですね。踏み込んでプリエをして、そこから足を高く上げていく。はい、これサイドもありますね。サイドもあります。他にもステップで言えば超シンプルですけれども、キックステップありますね。はい、これも足を一本で扱う瞬間があります。キックステップであるってことは、キック、トンとかでも使われますし、ポップコーンでも使われますね。伸ばす、伸ばす、伸ばす、一本で使ってますよね。で、この1本で使うっていうメリットとしては、マスターできればこの足を上げた瞬間にここの膝の近くにある太ももでアクセントをクッと取ることができますので、リズムがふにゃって見えないんですよね。ここでパッドンドンツッタンツッタドンドンタン、しっかりとアクセントが見えるようになるというのはかなりのメリットになっていきます。しかしいろんな方向で足1本を使っていかなきゃいけないので、特に後方の方ではちょっと緩んでしまうっていう方が多く見られますので、各方向で足1本を扱えるようにしてほしいという狙いがあります。応用にはなりますけど、ジャックナイフだったりとか足のクロスを利用するものだったりとか、こういうのでも足1本っていうのは使われますので、やはり膝を曲がらないように固定して扱うという技術はマスターしておいた方がいいです。それでは話は膝下の方に移っていきましょう。膝下のみだったり、膝下足上げを使っていくもの。一番わかりやすいのはチャールストンなんか皆さん馴染みがあるんじゃないでしょうかね。このステップをする準備ポジション、足上げのポジションありますね。ここで、膝下だけを扱うっていうことが使われています。で、先になんでメリットがあるかっていうと、このね、インにしたりガニ股にしたりする時って抜けやすいんですよね。もちろん後ろに足をバックキックしていく時もそうなんですけれども、これ裏になってたりすることが多いので、例えばチャールストンがワンツー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 と裏を取れてないとリズム感が悪く見えてしまうんです。でもこのように膝下を扱っていかなきゃいけないと。ですので、しっかりここでアクセントを取れるというのはかなりのメリットにつながっていく、リズム感がよく見えるということにつながっていきます。で、チャールストンだけで言っても膝下だけで扱っていくということもできますし、膝を大きく上げればまたシルエットも違ってバリエーションを増やせますもんね。他にも LA ストンプ、ウィッチウェイなど幅広いジャンルで使われていることが多いですね。で、厳密に言うと膝って後ろ側でしか回らないんですが、ロジャーラビットバリエーションの一つとしてこれもロジャーラビットということになっています。これバックキックではないんですけれども、バックキックから足を踏み込む軌道、つまり膝下が円になっているっていうのをマスターしておくと、このアクセントで少しね、こう潜り込むようなリズムを取れることによって反動が戻ってきやすくなるので、はい、この膝下を扱う技術っていうのもやっぱりいろんな方向でいろんなステップに使われているということが分かっていただけたかと思います。これらは実践編の方で一つ一つ練習できるようになっていますし、実践編の5では今日ご紹介したもの以外で何に使われているか、これを確か12個ぐらい紹介してたと思いますので、そちらの方もぜひ合わせてご覧ください。さあ、それでは次はボディコントロールの話に移っていきましょう。以前ご紹介したとお伝えした足上げ5方向、こちらと今回ご紹介する膝下を扱うもの、そして足を1本で扱うものとの大きな違いは軸足の使い方にあります。ステップをマスターしていくにあたって数種類の足上げをマスターしていかなければいけないということはお伝えしました。
でその種類も、トピックの1を見ていただければ分かると思うんですが、一番大事になってくるのは足を上げる視点はどこなのかということが違ってくるというところが一番難しいボディコントロールになっていきます。これも簡単にご説明していきたいんですが、足上げの場合ですと、ここちょうど太ももの根元ですね、付け根のところが支点になって上がっているのが分かると思います。もちろん股関節も使いますが、軸足を見ていただければ分かると思うんですけども、そんなに左右にブレたりとか前後にブレたりとかしてないですよね。これが他にクロスであったとしてもオープンであったとしても同じです。ですので比較的簡単な足上げだと言えると思います。しかし後方に上げるとなるとちょっと話は別になってきます。後方もあまり上げなければ視点この辺なんですけれども、もっと上げようとすると視点が上に移って骨盤が動いていくので、この辺は少しボディコントロールが必要ですが、それでも軸足って上下だけにとどまれるので、膝を高く上げるというのは比較的やりやすい、テリトリーの中で収まりやすいということになっていくと思います。さあ次に足1本の場合はどうでしょうかというところを考えていきたいんですが、こっちの方がいいかな。足1本で考えると先ほどの足上げと一緒で、やはりこの腸腰筋のあたりですね、股関節ですが、支点になって軸足がそこまで影響を受けてないのが分かっていただけるかと思います。しかし足上げと足1本で大きく違うのは距離が遠くに行くんですよね。足上げの距離の一番遠くはつま先になります。対して足1本の場合はさらに前後に伸びていきますので、これをブンブン振っていくということになります。物干し竿的なものを端っこ持ってこういう風に振るのはとても重いですよね。ですので遠心力が強くかかったり強度が増していくということになります。その分だけ軸足に負担が強くかかるということです。もちろん腹筋でも固めなきゃいけないんですが、軸足をうまくコントロールして吸収していかなければいけません。さらに今回横にも上げていただいてますし、斜め後ろ真後ろと上げていただいていますが、どうしても股関節だけを視点にするとですね、この辺ですかね、この辺までしか上がらなくてシルエットがちょっとちっちゃくなってしまうので、もっと上げたいよとなります。そうすると股関節が当然大きく開いていきますし、分かりますかね、骨盤が傾斜してしまいます。はい、骨盤が動くということは当然軸足もうまくコントロールしていかなければいけないわけで、長いものの遠心力を扱う力とバランスが悪くなった時のものを支えるということで、横や斜め後ろ真後ろというのは非常に難しい足上げになっていきます。さあそれでは膝下を扱うものです。膝が近い膝下のみと膝下足上げ、これ似てるようで全く別物のコントロールになってきます。膝下のみの場合なんですけれども、ちょっとね先ほどもちょっと話出てきましたけれども、膝って、ここからこういう風には曲がらないじゃないですか。つまり後ろ方向にしか曲がらないんです。斜め後ろだったりに上げようとしても必ず股関節が支点になって動いてしまいます。当然これが角度が急になっていけば股関節が支点になって動きますが、膝が近い場合であればそこまで骨盤の傾斜というのが起こっていません。私は内が硬いのでちょっと干渉してしまいますが、そこまでではありません。ですので股関節のオープンだったり閉じるクローズを使って、で膝下の例えばかかとのポジションがここがいいな、じゃあここでアクセントを取っていこうっていうのと、例えば上半身のダウンを合わせていこうっていうので比較的簡単だと思います。比較的なんですけれどもね、対して膝を高く上げた時はどうなるでしょうか。膝を高く上げてさらに股関節を使っていくとなると、絶対に骨盤に干渉が起こり傾きが起こってしまいます。傾きが起これば当然バランスは崩れやすいということですね。もちろん内でもそうです。私は特に硬いので高く上げようとすればするほどバランスがどんどん悪い方向に行ってしまいます。つまり考えなければいけないこと増えてきます。膝を支点でガニや外に扱うこと、さらに股関節のねじり方、これで高さ調整ですね。さらに膝を上げている関係でどうしても骨盤の傾斜が起こってしまうので、軸足の深さ、深さ、この辺のバランスをとっていかなければいけない。
最低でも3つは意識してコントロールしなければいけないということなので、足上げの中でも膝を高く上げた膝下コントロール、膝下足上げっていうのは非常に一番難易度の高いものなんじゃないかなと私は感じています。さあ、ここまでで軸足が大事だよ。でもそれはなぜ大事になってくるのか。それは股関節支点のものだったり骨盤が傾斜してしまうからという理由をここまでで説明してきました。次のトピックでは本格的に軸足についてのコツだったり難しいポイントをご説明していきたいと思います。ステップをマスターしていく、上手くなっていくためには足を踏むこと、足を上げること、この2種類をしっかりとマスターして自分で意識してコントロールしていくことが大事です。今回ご紹介している膝下コントロールと足1本ではつまずく方が多いなという印象です。普通に膝を上げるって走る時や歩く時もそれに近い形になっているのでつまずかないんじゃないかなと私は予想していますが、なんでこれらが難しく感じてしまうか、つまずきやすいのかというところを簡単にご説明していきたいと思います。では比較ということで今回のシリーズには練習メニュー入っていないんですが、足上げがなんで簡単なのか、比較的入門者向けなのかというところは先ほどもお伝えしましたが、股関節が支点になっている関係で軸足への干渉というのはあまり、起こっていませんよね。ですので上下だけで例えばダウンであればこのようにアクセントも取りやすいですし、逆にアップでもそうですね。はい、バランスが上下だけなので軸をそしてバランスをキープしやすいんです。これは足上げの中でも比較的簡単だと間違いなく言えると思います。さあ、対して足1本で扱う場合です。先ほどもお伝えしましたが遠心力、負担が大きくかかってくるので膝を曲げることによって、要は言い方変えると重心を落とすでもいいんですけれども、ちょっと重みを軸足の方に持ってってあげることでかなり負担を軽減することができます。これが軸足、重心が高い状態だとどうしても上半身にも影響を及ぼしてしまって視点が股関節ではなくなってしまうんですよね。ですのでうまくバランスを取りながら状態は柔らかくしておいて、はい、重心を落としてあげる、そうすることによって負担、強度ですね、衝撃を吸収しやすくなります。さあ、今は前に上げるだったから良かったんですけれども、斜めに上げたり横に上げたりするとだんだん難しくなっていきます。骨盤に干渉が起こりやすくなるからです。この時にめちゃめちゃ大事になってくるのは、母子球や長子球を使った足の裏の使い方になります。当然足を上げれば上げるほど骨盤は斜めに傾いていきますよね。でここでアクセントを取ろうとすればよりこっち側に負担がいくわけですから、小子球側に乗ってしまえば当然逃げてしまいやすくなるわけですよね。ですので母子球やかかとまでつないだ内ラインを意識して、はい、膝を深く曲げてあげるとかなりの大きなバランスが取れるようになります。あとはタイミングを合わせて自分の距離、シルエットを測っていくということが大事です。軸足が本当に大事だということですね。で、足1本の後方ですね。後方に足を扱うっていうのは難しいテクニックが多いんですけど、比較的足1本の場合は楽です。なぜかというとつま先って前についてるじゃないですか。だから前への負担っていうのは握りやすくてコントロールしやすいんですよね。ですので重心のことだけ上がっちゃわないで重心をしっかりと落としてあげるイメージをすれば、あとは前乗りの技術やダウンの技術が高ければタイミングを合わせることっていうのは練習で何とでもなると思います。さあ、それでは膝下系の話に移っていきたいと思います。膝が近いバージョンであれば比較的ね、股関節の使い方は、股関節支点になっていますから、そんなに軸足に影響が及んでいないのが分かると思いますが、意外とこの膝をなんていうんですかね、支点にするっていうのが難しいと感じる人がいるようで、ここはしっかりと膝を固定した状態でここでねじれていく。つまりこういうターンアウト、ターンインっていうんですかね、ここのバランスを足を上げた状態で行えるということを少し練習する必要があるんじゃないかなというふうに思います。じゃあ膝下のみはできたよと。そうしましたら今度は足を高く上げていきたいわけですよね。こうなってくるとより繊細に物事を扱っていかなければいけません。ちょっと考えていただきたいんですが、足をこっちにやります。骨盤はこっちに傾斜するんで当然こちら側にバランスを崩しやすくなりますよね。対してリズムを例えば上半身でダウンや横乗りを入れた時はこの状態に対してこっち側で取るっていうことは非常に難しいです。横乗りも明らかにこっちで取るのは
変ですよね。ですので倒れやすい方向にフレーバーを入れたり横乗りを入れていく必要があるわけです。これ内股でも一緒です。横乗りであればやはり倒れやすい方に行きますし、ダウンであればこっちの方がフリーなのでこっちのフレーバーを使ってダウンを入れていくことが多いと思います。じゃあそれに対策するにはどうしたらいいんだっていうことになってくると思うんですけれども、やはり足の裏がポイントになっていきます。このようにガニ股分かりやすいと思うんですが、こっちに倒れやすいということは、その反対側にあるのは母子球か小子球かと考えるわけです。当然小子球側になってきますよね。でも小子球の一点立ちは危険なので、かかととの2ライン外ラインに持っていきます。そうすることによってこのアクセントとちょっとだけこれですね、横に動かすよりも下に行きながらこのように持っていった方が安全だと思います。ここをうまくタイミングを合わせてあげるとかなりの角度まで持っていけるようになります。そうしますとこちら側、軸足側の股関節もうまくコントロールしていかなければいけないので、考えることが増えていくということです。1つ目、膝を支点にして扱おう。2つ目、股関節をしっかりとオープンクローズしよう。3つ目、骨盤をしっかり傾斜させて上半身のシルエットを作っていこう。4つ目、上半身のアクセントを取っていこう。さらに軸足の足の裏、これで5つになりましたね。で6つ目、股関節です。軸足の股関節を適切にオープンしたりクローズさせたり、このように意識を持っていかないと膝上げをした状態で膝下を扱っていくというのは完成しづらいので、先ほどもお伝えしましたが本当に難易度の高い足上げです。しかし利用している基礎ステップも振り付けで入ってくるっていうこともあると思いますので、頻度は高くないと思いますがマスターしておいて絶対損はないです。さあここまでは骨盤から下、下半身のコツやポイントについてお伝えしてきましたが、先ほどから言っている上半身でもリズムを刻んでいきたいよね。つまりここまでの難易度になってくると上半身の扱い方もバランスに強く影響を与えますので、この次のトピックではそれに少し触れて終わりにしたいと思います。先ほどもお伝えしましたが、ステップをマスターしていくにあたって足を踏むこと、そして足を上げること、この両側面からクオリティアップを目指さないとなかなかステップが上手くなるということはないです。どうしても上半身への意識というのはおろそかになりがちです。で簡単なね、比較的簡単な足上げとかであればいいんですけれども、やっぱりこうツイストだったりが加わってきたり強度が上がってきたりすると、ちょっと上半身まで扱っていかないと厳しいぞというところも出てきます。そういう関係で実践編の方では必ず足上げに対してダウンだったりアップだったり、そしてノリを入れてってもらうように意識を増やしてもらうためのメニュー作りをしているんですが、ちょっと難しいのを一つだけ選ばせていただいて、上半身こんな風にバランスを取るのに役立ってるよというところをご紹介させてください。じゃあね、先ほどと同じように足上げの、ガニ股、これでいきましょう。先ほども言いましたが、これ膝高く上げてやっていこうとするとこっちに傾かなければいけませんよね。でバランスは取れましたと。しかしここで過緊張を起こしてしまえば上半身でリズムを取ることってできないので、ある程度のリラックスをしなければいけません。しかしこう傾いていて抜いちゃいけない上半身の場所っていうのがあるんですね。例えばですけれども、私は今左の方、この脇腹だったりにある程度の力、張りを感じています。これを抜きます。抜くと急に重みがこちらにかかってしまってオフバランスを起こし、成功しなくなってしまいます。ということはですよ、この傾きでは比較的こちらの方がフリーになっているんだということが分かっていただけるかと思います。試せば絶対分かると思います。このような時はこっち抜いちゃダメということです。そうしましたらアップダウンのバリエーションっていうところでフレーバーというものをご紹介してるんですが、まっすぐ素直に取ってしまえばこちら側が抜けてしまうのでバランスが崩れやすくなってしまうということにつながるので、フレーバー傾きを使ったダウンを使っていきます。同じような考え方でノリにしてもこっちを締めるのではなくこっちを伸ばすのだ、さらにバランスを取りやすい方に伸ばすのだ、足の裏は母子球に行くのだというふうに考えればかなり大きなシルエットを作ってもバランスが取りやすいと思います。今のように一口にアップダウンノリを混ぜようと言っても上半身を半分に割ってコントロールしていく。そして股関節骨盤も半分でコントロールしていますよね。さらに言えば
足の裏も小子宮と母子宮側、外ライン内ラインで半分半分でどの組み合わせが自分にとってバランスがいいのか、こういうふうに考えていくと比較的上半身が入った方が楽だということに気づいていくことになります。そこまでの感覚をつかむためには少し鍛錬が必要だと思うんですが、むしろ上半身を入れた方が絶対にやりやすいのが難しい足上げなので、そこは意識するようにしてみてください。さあ、上半身の使い方のより細かいことは各実践編を解説している解説編の方でしっかりと説明していきたいと思うんですが、これ私の考え方になるんで違う考え方の人もいるかもしれないですけれども、どうしても足上げとか足踏みとかを、足だけでやろうとしてしまうとフィジカル勝負みたいになってしまって、やっぱりね、筋力の強い人、運動神経のいい人が勝ってしまうんですよね。でも面白いことにダンスって運動神経だけじゃなくて、そして筋力の強さだけじゃなくて技術的に向上させていけば、すごくポテンシャルが高い方にもうまいこと勝っていけるっていうのもダンスの魅力の一つだと思います。力が有り余っていてっていう方はあんまり考えるとね、つまんなくなっちゃうので、フィジカル勝負としてやっていく時期があってもいいと思います。対してあまり筋力に自信がないとか、私のように少し筋力が衰えてきたよという方は、やはり上半身の意識までをしっかりとして考えることを増やして、正しい位置でどこでバランスが取れるのか、そこでアクセントはどこで取るのかということを考えながら、積み重ねは遅いんだけど一個一個釘を打っていく、そして丈夫な自分のスキルを作っていくっていう方がいいっていう方もいますし、フィジカル勝負でやってる方もいつかはそこに行くと思いますので、ぜひ今の考え方参考にしてみてください。さあ、足上げのバリエーション紹介してきました。以前のシリーズとなる足上げ5方向と合わせれば大抵のステップに困ることはなくなると思います。かなりね、他に出てくるの特殊系でしかないので、ここまでマスターしておけば皆さんのボディコントロール、そして振り覚えだったりマスターまでの道のりが近くなると思いますので、ちょっと難しいかもしれないですけれども頑張っていただきたい内容となっています。それでは実践編や解説編の方もご覧ください。ありがとうございました。皆様お疲れ様でした。足上げバリエーションシリーズまとめ解説動画はいかがでしたでしょうか。たかが足を上げるだけということでも追求していくとかなり深いテーマであるということが分かっていただけたかと思います。個人的な感想になりますが、ステップに対する質問をもらって返答する際に足踏みについての回答はすぐに理解してもらえるんですけど、足上げの説明になるとなかなかうまく伝わらないという傾向があるように感じています。足上げって日常生活では軌道で使うことが多くって、アクセントで取るなんていうことはほとんどないので、あんまり意識がいかない、リアリティがないのかなと予想しています。できたら足上げの重要さがダンス界でもっと広く浸透していけばいいなと思っています。それでは簡単に復習していきましょう。足上げの種類は主に3種類マスターしておくことが大事。足上げ、足1本、膝下です。いろんな基礎ステップや振り付けに使われることも多いので、使い分けることが大事。股関節、骨盤、そして軸足、こちらに意識を向けてコントロールしていくことは見逃しがち。上半身の使い方によってバランス力に大きな差が出てくる。足上げバリエーションシリーズではまとめ解説動画を皮切りに全部で5本の実践動画を公開していきます。各実践動画に対して体の使い方、コツをご紹介していく解説編もセットで公開していきますので、実践編プラス解説編で技術的にも知識的にも両方バランスよくインプットできるようなシリーズに仕上げたいです。ステップマスターを目指すためにもぜひトライしていきましょう。ステップが上達する秘訣として足の運び8方向、足上げ5方向、そして足のクロス4方向、これらのシリーズも必ずお役に立つことと思いますので、ぜひお時間ある時に見てください。あとクラブチャールストンの応用編の動画もアップしています。このステップで応用編も作ってほしいなどご要望がありましたらぜひ教えていただけたら嬉しいです。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV では皆様がエナジーあふれるダンスライフを送れるように、そして少しでもハッピーにつながるように動画を作っていきたいと思っています。チャンネル登録、グッドボタン、頻度高く更新もしていますので、ぜひ通知ボタンまで押していただけましたらとても嬉しいです。いつもご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございます。足の運び8方向、そして足上げ5方向、足のクロス4方向を公開したのはもうすでに2年前ぐらいになるんじゃないかなと思います。
その時から今回の足上げバリエーションシリーズは早くお伝えしたいな、早く作りたいなと思っていたんですけれども、こうやってねやっと作れるようになってとても嬉しく思っています。ちょっと気合い入れすぎて長い動画になってしまっていると思うんですが、2種類を別々のシリーズで分けるよりもいっぺんにお伝えした方が皆様にとって効率がいいかなと思いましたのでお許しください。先ほどもちょっとお伝えしましたが、私が普段から感じることとして足を踏むことに対しての意識はとても強いんだけれども、足を上げることっていうのは意識が鈍りがちです。足上げに対して意識がいっていない場合、成長が少し遅いなと感じることが多いので、ぜひ意識を高めていただいて本動画の知識利用していただければ嬉しいです。このシリーズは全部で11本とかなりの長編になってしまいますが、皆様のお役に少しでも立てるように解説していきますので、ぜひね最後までお付き合いください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。